おはようございます。すっかりモンブランづいている、おじさんです。勢い余って、マイスタースティック146を、中古ですけど買ってしまいました。そうですね。中古で1991年頃のモデルであろうということでした。そして、新品の半額以下の価格だったので、自分としてはいい買い物だったなと思ってます。なので、これ自体はそうですね。実際届いてみて購入を決めた時に見た写真と比較して特に悪いところもないですし、説明通りで良かったかな。大きな傷とかそのひびとかねないですし、ペンも綺麗な状態だし、ということで、割といい買い物だなと思ったんですけど、やはり中古なんで、しかも当然その新品の半額以下の価格で、買ってるもんなんで、いろんなリスクを飲み込んだ上でということで当然買ってるわけですけど、これもやはりいつかやはり新品を買わなければダメだなという気はちょっとしてくる感じで、前回マイスタースティックのクラシックの、EF で散々苦労しましたけど、これもまたちょっと不穏な、感じでこれから洗浄して、治るかどうかとか見ていこうと思うんですけど、やはりペンの状態がベストとは言い難くて、今でもこれは前回のマイスタースティックのクラシックみたいに全然インクが出ないみたいなことではなくて、インクのフロー自体は比較的安定していて、普通の万年筆と同じように右に傾けると、やはり出ない。左に傾けると出る。だからクラシックと逆なんですよね。これが、実際にその2本を使いてる時に混乱しそうですけど、普通に真上だともちろん綺麗に出る。左に傾けても、普通に潤沢にフローがあると。で右に傾けると全然出ないと。なのでこれ持ち方ちゃんとしておかないといけないなと。で、買った日はちょっとインクが出過ぎたりかすれたりいろいろあって、大丈夫かなと思ったんですけど、しばらく書いていて、今だいぶ安定してきたな。書いていくうちに自分がその癖をつかんできてるのか、安定してきたなと思います。ただ多分新品を買ったらもっと安定してるんだと思うんですよね。さすがに高いもんですし。で、ちょっと気になったのは、僕はだからよく細い線が引きたいって言って、これも EF の2部を買ってるんですけど、よく逆さまにして細く書けるかみたいなことを、普通の人よりは重視したりするんですけど、こいつは、ひっくり返した時に書けるんですけど、ひっくり返して筆圧をかけると、ちょっと待ってね、これ音取れるかな。ここで筆圧をかけるとこの音が聞こえてくれるといいんだけど、何と何が擦れてんのかな。ペンの切り割りのこの左右がこうギシギシいってるのか、ペン芯と、何かペンが触れるときに音を出してるのか分かんないんですけど、かなりジャギジャギと変な音がして、逆さまにしてかけるはかけるけど、ちょっとかすれ気味だったりして、角度によってかすれるんですよね。裏側にして別にかける必要はないので、全然かすれてもこっち側でフローが安定して綺麗にかければ構わないんですけど、ちょっとこれが気になるので、何か手入れすることで、これが軽減するんであれば軽減させられたらなとは思います。そうですね。なのでやはり中古は自己責任だなとは思いましたね。だから前回でやはり懲りずに、そうだな、まだまだもうちょっと多分こう沼にどっぷりはまっていくと、やはり新品でなければって言って新品を買おうと思ったりするんでしょうけど、ちょっと今の自分の予算内でこれでもだいぶちょっともっと来月再来月ぐらいにちょっと余裕ができたらと思ってたところで、っていうかちょっと大きな仕事をしたら買おうかなと思ってたところに、ちょっと前にやった大きな仕事の振り込みがあったりして、やったと思ってついつい、買ってしまったりしたわけですけど、書き心地自体はやはりいい万年筆なんで書きやすいですし、91年のモデルなので、今の最新のペン先に比べてどうなのか分かんないですけど、自分のなんていうかな、他の万年筆、まだまだ万年筆に興味が出てほんの数ヶ月の人間なので、比較してどうこうって話があんまりできないですけど、自分が使っている他のペン先と比較してみて、筆圧をかけた時に、やや太くなる。あんまり筆圧をかけても太さが変わらないペンもいっぱいある中で、これは筆圧をかけるって書くと確実にその線が一段太くなるので、そういう意味ではしなりやすい柔らかいペン先なのかなと
思います。なんかモンブランで古いモデルの方が柔らかくて、最近のペン先はちょっと硬めになってるって話なんですけど、こいつは1991年のモデルという説明だったんで、それがまあ本当だとしたらどっちになるのかな。なんかいくつか中古を見ていた時に、ここがそのペン先自体が全部金色のペン先のモデルと、こういうバイカラーっていって、その金色と銀色のその2色で、塗り分けられてるっていうか、その作り分けられている、モデルとあるみたいで、これでこのバイカラーの方がその全部金色のやつよりもちょっと新しいんだと思うんですよ。最新のモデルも多分バイカラーになってるんで。でこの間買ったクラシックは、全部金色なんですよね。で僕が持っているモンブランついてきたの。モンブランが随分増えてきたの。これは僕がその大学の受かった年に93年か、多分93年だと思いますね、にお祝いでいただいたマイスタースティックのクラシックで、こいつは、バイカラーのものですね。こいつは太字かな、中字か太字かちょっと分かんない。なんか太かったんで太字と思ったけど、ということで、まあちなみにクラシックと146を比較すると、やっぱりその当たり前ですけど、一段軸も太いですし、長さもありますし、こいつもクラシックなんだけど、なんかクラシックなんだけど、こいつ長さ的にはでも146まではないんだよな。これクラシックもうこ自分で調べてからちゃんと言ったわけですね。改めてこうしてみると、これ両方クラシックだと思ったけど、クラシックにしてはやっぱ長さと大きさが違って、その146はもっと全然大きいと思ったんですよ。でも146と比較してもこんだけしか違わないので、なんかまたクラシックとも違うモデルなのかも。なんかモデルがいっぱいあって、混乱しますね。というぐらいの知識なんで、そういう意味ではまだモンブランを気に入り始めて日が浅いので。こいつの EF は2部はそうだな、まあ比較的こいつはだからこの左に傾けるとインク出なくなったりするんで、だいぶ癖のあるペン先ですけど、まあ、比較的細くて、またこのインクが違う色のインク入れてるんで比較しづらいけど、このクラシックの EF に比べるとこっちの EF の方が、そうだ、こっちは左に傾けないと、てか右に傾けるとかすれるんだ。さっきのやつは右に傾けないと出ないんですよ。参ったな。一段明らかに太いですね。この辺をどう考えたものか。 EF2 部が日本では好まれるので、こいつ、ペン先とかどこにも表記がないんで、ペン先のなんかこうを拡大して見るとかしないと判別がつかないようなものみたいなので、ちゃんとどっかに書いてくれればいいのにね。なんか調べる方法あるのかちょっとわからないんですけど、クラシックの方のこの EF の太さが正しいんであれば、こいつは EF じゃなくて F とか M とか、その細字とか中字とかで、これ極細じゃないかもしれないなという気はしますね。この辺りもだからその中古のおっかないところでよくあるんですよね。その自分が見た中でもその太さは分かりません、細字もしくは極細字ではないかと思いますみたいな、その文言でヤフオク的なところにその出品してる人結構いて、こいつ筆圧で強弱が変わるから、まあ当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど、ちょっと縦目に書いたり、ペンをこう縦に起こして縦に引くと細くて、横にアーキテクトニブみたい、横に引くとちょっと太かったりして、細い線を描くのにちょっとコツがいるかもしれないですね。そういう意味ではさっきのクラシックの方がどの角度でも割と安定して細くて、これまたこれモンブランどれもそうなのかもしれないですね。なんか横から見た時にペン先がキューっていってちょっと下がって、ペン先がクッとこう上がってんですよね。ペンポイントがなんかだからその上側にもこうあるような感じで。こいつだからなんか筆記角度によっては、今は気がついたけど、なんか切り割りが当たってキリキリなる、ペン芯が当たってるのかちょっと分かんないけど、ちょっと音がしますね。この辺りもちょっと直せるといいな。ちょっとこの先がなんかちょっと上がってるんですよね。っていう説明のためにいちいち図を書かなくてもいいけども。
というわけで、マイスタースティックの146を、手に入れました。相変わらず中古であります。そして中古、またもやというか、中古だからどれも多分ね、多かれ少なかれやっぱ価格的に普通に売られてる新品の、値段の半分以下ですからね、何がしか古かったり、どっか傷があったりなんかするもんなんだと思いますね。ペン先にちょっと癖があって、ちゃんと手入れをすることでどのぐらい、回復できるかをちょっと見ていこうと思います。で、あとはなんだろうな、雑談的にちょっと待って、一本動画作るほどの話じゃないから、ここにせっかくだから一緒に話しちゃおう。ですね、なんと僕の、なくしてしまったと思っていた先ほどの自分の、こいつと一緒にいただいた2本セット帰ってきました。ボールペンなくしたって言ってたやつが出てきました。どこを探してもなくて、もう本当に外で落っことしちゃったんだと思っていたら、カバンから出てきました。カバンつっても普段使ってる方のカバンじゃなくて、奥さんがなんかね、自分が買った革のバッグを、男物女物どっちでも使えるようなタイプのカバンだったんですけど、それを使わないんでちょっと使うみたいなんで持ってきてくれて、でそれに試しに自分の手帳を入れてみたんですよ。でその時はだから家で書き物をしてる時にその話が出たんで、なんとなくちゃんとこの手帳とか入るかなと思って、無造作にこの手帳と普段使い用の筆箱これをこう重ねて入れて、その時にこいつはここに挟んでいたつもりがちゃんと挟めてなくて、スルッと滑り落ちたんですね。で全く気づかずに、で外だったら落っことしてないかなとかいろいろ気にするし、なんていうかな、例えばこれ床に落としたら音がするから気がつくし、なのでどこで落としたんだろうって全く思い当たらなかったんだけど、カバンの中に滑り落ちてるから落っこった音もしないし、でそのカバン自体はその後なかなか使う機会がなくて、一回使う機会はあったんだけど、その時にカバンの中をちゃんと探らなかったんで、これが入ってるなんて思いもしなかったんで、カバンにこの手帳とかがすっぽっと入るかどうかを試したこと自体も忘れていたんで、その後もそのカバン自体は何度も目にしていたのに、このカバンに入ってるかもみたいなことは全く思いつきもしなくて、とにかく大事に使っていたんで、こんななくすような使い方してなかったのにな。でもなくなっちゃったところを見ると、自分はなんか雑な使い方をしていたのかなとかいろいろ落ち込んだりしていたんですけど、出てきました。よかったです。なので、この2本はいただき物のやつで、今後も大事に使っていこうと思います。そして勢い余って買ってしまったこの中古のやつを今後どうするかな。せっかくなんで何かうまく使う。両方今ジェットストリーム入れちゃってるんで、ちょっとなんかリフィルをね変えて、書き味を変えるとか色を変えるとか、ペンの太さを変えるとかして、ちょっとなんか使い分けていけたらいいなと思います。でどっちもモンブランの純正を使えって話ですけど、日本のリフィルが好きだったりするんで、どっちにもリフィルアダプターを入れて、今ジェットストリームを入れてるんですけど、そこで思ったのはっていうか、自分が、編み出したのは、こいつリフィルアダプター入れるとどっちもちょっと中でカタカタ音がしたり、このペン先が少し微妙にブレたりするんですよ。で僕はボールペンでペン先のガタつきがあるのがすごい嫌いで、っていうのはやっぱり絵を描いたりすることに使いたいと思ってるんで、なのでマステでちょっとだけ太さを増してあげたら非常にピタッときて、今ね絶好調ですよ。よかった。これも以前あったようなガタつきはほとんどなくなって、っていうかほぼ完璧になくなって、書き味的にも非常に、良いですと。でもともとはそのいただき物の方のやつもこれなんかデザインだいぶ違うんですよね。こっちは頭が平らで、こっちはいわゆるマイスタースティックって感じの山形の頭になっていて、ちなみにだからこっちも同じようにマステを巻いて、そのことで、めちゃくちゃ安定しました。なのでリフィルアダプター使ってる人は自己責任になりますけど、ちょっともしガタつきが出る場合はマステで少しだけ、どこか当たる部分とかぐらつく部分を補強してあげると安定するかもしれないです。なんかそのことで多分マイナスはそんなないと思いますけどね。でもいろいろと調べていくと、何かこうひねって芯を出すじゃないですか。見えるかな。ひねって芯を出していくときに、この時に一番ペン先が強く長く出ていて、さらにカチッと固定させるときにちょっと引っ込むんですよね。でなんか
どういう原理なのか、中の機構僕は詳しくないんで分かんないですけど、なのでなんかこの機構のせいでうかつになんかこのアダプター的なものを使ったり、あるいは他のリフィルを切って入れて使うみたいなこともできるみたいなんですけど、シグノとかサラサとかを。ただそういうことをやっていた時に、何かこの内部の機構に負担をかけてしまう場合があって、その時には修理がね効かなくなったり保証が効かなくなったりするらしいんで、そのあたりは自己責任らしいですけど、今のところ多分大丈夫だと思って、リフィルアダプター作ってる方もそのあたりのことをちゃんと分かっている、いて作ってると思うんで、大丈夫だとは思うんですけど、なんかそういうこともあるみたいですね。で、なんだろうな、こういうのを買ってて、これどっちもボールペンタイプのモンブランのリフィルアダプターが入ったので、どっちもローラーボールとかじゃなくてボールペンタイプだと思うんですけど、ペン先の形もだいぶ違いますしね、この2本でもちょっと太さも違うし長さも違うし、これもでもなんかクラシックだって書いてあったやつを買ったんですけどね、なんかいろんな種類があって面白いですね。今マイスターシチュックっていうか、この黒い昔ながらのデザインのものを中心に買っていますけど、増えたね。これまた多分30年ぐらい前のやつですけど、吸引式のインレイ2部のタイプのモンブランがあったりもするんですけど、2、4、気づけば6本か。スターウォーカーとかね、なんかいろんなタイプがあるやつを集め始めたらもうなんか本当に沼ですね。あとはついでに話しておくと、今ちょっと待って、マイスタースチック洗うからインクちょっと戻しちゃおうかな。戻すの良くないのかな。でももったいないもんね。普通に回るようになってよかった。最初に買った時はここが硬くて回んなくて、うわ不良品かと思ってめちゃめちゃ焦りましたけど、一回クッと回したらちゃんと回ったんでよかったです。この146は分解する工具が Amazon で5000円ぐらいで売ってて、もしかしたらペン先を調整したくなったらそいつを買って、なんか中には簡単な金属板を加工して作れるみたいなんで、なんか自作してやってる人もいるけど怖いんで、もしやるときにはそうだなその調整に5000円をかけたりとか考えたら、じゃあもう新品買った方が良かったんじゃないのになっちゃいそうだからな。自分がそうだな、あんまりお金かけずにできる範囲でとりあえず洗浄してみてペン先の調子を見てみようかなという感じです。今回もまただから中古を買いましたけど、やはりいつかは新品を買って、これが標準的な新品のモンブランの書き味なんだなみたいなことを確認しないと自分の中で納得がいかない。要するにこの今のこの書き味が本来のモンブランの書き味なのか、この個体の何か癖が出ちゃってるのかみたいなことが分かんないんで、そのモヤモヤがいつまでも消えないんだから、いつかはそうだな、マイスタースティックは高いんでクラシックでもいいですけど、とにかく1本なんか新品のやつを買わないとちょっとわからないなっていう気がますますしてきちゃいましたね。ということで完全にまた雑談ですけど、結局146を買ってしまったという話でした。あと最後にインクの話をすると、今トフィー・ブラウンを買ってデザインが違うじゃないですか。これが旧型のデザインで、これが新型のデザインで、なんかねサスティナブルがどうとかっていうんで、いろんなものを簡素化してるんですよ。外箱もこっちがミステリーブラックで、こっちがトフィー・ブラウンで、古いやつの方がなんか新しい方がシンプルでおしゃれっちゃおしゃれですけどね。この辺の機構は同じか。作りは同じですけど、外箱のデザインなんかもだいぶ変わっています。で、僕はこの太字のか中字か分かんないけど、クラシックに入れてるオイスターグレーが大好きで、ちょっと太い、ペン先もこのオイスターグレーだと絶妙なインクの濃淡で、太字だけど結構小さな字が書けたりとか、小さな字を書いてそれが字として識別できたりとかね、なんかいいところがいっぱいあって、これはすごくいいインクだって思っていたんですよ。でも瓶のオイスターグレーはもうどこにも国内では売ってなくて、少なくとも僕は見つけられなくて、だからもう多分廃盤なんだと思うんですよ。で、流通在庫も僕はもう見つけられなくて、かろうじてカートリッジ型のやつがあったんで、カートリッジ
を買って、中のインクをシリンジで細いスポイトみたいなやつで抜いて、コンバーターの中に入れて使ってるんですよ。なのでオイスターグレーがちょっと今見つからないっていうので困っていて、でモンブランの公式サイトに行ったら逆に今流通してない、流通どっかで売ってたかな、まだあんまり見かけていないクールグレーっていう新しいグレーが出ていて、だからオイスターグレーが廃盤になって今クールグレーに置き換わってる最中なんですね。で自分としてはちょっとクールグレーを1本今買ってみて、着て試して、それがまたいいグレーだったらもうそれに乗り換えていっちゃっていいんですけど、自分が望んでいるようなグレーじゃなければなんとかでもいずれなくなっちゃうインクに固執してもとにかく太字はちょっとグレーが使いたくて、このブラウンも使ってるうちに悪くないなと思ってきたけど、あんまりそのメインで使うものは無彩色の色が良くて、基本的には黒がいいんだけど、このオイスターグレーはグレーだけどすごく普段使いできて、バッチリ視認性が黒と同じようにいいんだけど、淡くなる部分もあるみたいないいグレーだったんで、なんとかこいつを確保できる限りはして、クールグレーに入れ替えていく。でモンブランはモンブラン以外のインクを入れちゃうと、その修理とか保証とかの対応がうまくできなくなっちゃうみたいなんで、分かるみたいですね。中に他のインクを入れた痕跡があると保証がつかないって言ったから、これ中古だから保証つかなくてもいいんだけど、修理代がそれで高くなっちゃったりとかねすると困るので、できればモンブランはモンブランのインクだけでやっていきたいんだけど、モンブランの出てるインクの中でそうだな、自分のお気に入りのインクの色がまたちょっと増えるといいですけどね。だから今はクールグレーを注文していて、クールグレーが自分にとってのそのいいインクだといいなと思ってます。届いたらまたちょっとレビューをしようと思います。スーパー雑談でありました。ありがとうございました。ではでは。とにかく146が来たよってことと、何よりもそのボールペンが見つかったことが非常に嬉しいです。ではでは。